皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん最近は元気にお過ごしでしょうか？今回のテーマは、日本での年末の過ごし方です。年末年始、大晦日とかお正月みたいな感じでセットで1年の終わりと1年の始めを話すことが多いんですが、長くなりそうなので、年末大晦日とあとはお正月に分けて2つパート1パート2みたいな感じでお話ししていこうと思います。なので、2本の動画セットで聞いていただけると、日本の年末年始の伝統文化とかそういったことをより一層理解していただけるかなと思います。では1年の終わり、年末が近づいてきたら何をするのか、そして12月31日は、何をするのか、何を食べるのかなどお話ししていきます。まずクリスマスは多くの方にとって家族と過ごす日という認識があるかもしれないですが、日本ではそうではないっていうことをクリスマスのエピソードでお話しさせていただいたんですが、それは聞いていただけましたでしょうか？では日本には家族と過ごす日、祝日などがないのかっていうことなんですが、そうではありません。多くの日本人にとっては年末年始、お正月、1年の初めに家族で過ごす方が多いかなと思います。夏にあるお盆というお休みの期間、祝日の期間と、あとはこのお正月という1年の初めのお休みの時は家族で過ごすというのが一般的というか伝統というか、そうする方が多いかなと思います。なのでみんな実家、自分の両親が住んでいる家に帰って、親戚一同集まって一番最初、1年の最初を過ごす方が多いかなと思います。そしてクリスマスを過ぎたあたりから言う言葉というかフレーズが一つあります。それは良いお年をという挨拶です。これは年内最後に会う人にかける言葉で、次の年、新しい1年がいい年でありますようにという願いを込めたフレーズになります。なのでお仕事を一緒にしている方、同僚とか、または上司の方とか、お仕事が最後の日、1年で今日がお仕事最後ですっていう日に帰る際にお疲れ様でしたとかありがとうございましたとかではなく、良いお年をって言うと、なんかより一層相手を思いやってる感っていう、なんか温かい気持ちが伝わると思います。仕事だけじゃなくて友人とか、例えばレストランとかホテルでチェックアウトする際にもこれを言ってみると、とてもなんか温かい気持ちになるというか笑顔になります。なんかそう言っていただいてありがとうございます、良いお年をってみんなこう言い合うみたいな形になるかなと思います。なのでだいたいクリスマス過ぎたあたりから12月26とかそのぐらいから、31日、この間に日本人に会う方だったり日本に来る方、日本にいる方は、ぜひ使ってみてください。では年末に何をするかですが、まずはじめに思いつくのは大掃除です。掃除をします。でもただ普通になんか掃除機をかけたりちょっと机を整えるとかではなく、本当に家の隅から隅まで家具とかも一旦全部動かして、端っこに溜まってあるホコリとかも取ったり、なんか窓を掃除したりとか、本当に普段やらないようなところも全部きれいに掃除します。それが大掃除です。なぜ、1年の終わりにするのが一般的というか、そういう風習があるかっていうと、1年で最も大切な節目であるお正月、一番最初、1年の最初を気持ちよくクリーンなフレッシュな気持ちで迎えるために家の中をきれいに掃除して、体も心もそして家の中の見た目もきれいにすっきりした状態で新しい1年を迎えます。そうするために12月の終わりまでにお家を一旦本当に全部きれいにします。これは12月31日にやらないといけないとかではなく、1月1日までに1回家を完全に掃除してきれいにしましょうねという感じです。そして次に1年の終わり12月31日に
食べるものがあります。それはそばです。年越しそばというものがあります。それを日本人は12月31日に食べる風習があります。ではなぜ1年の終わりに年越しそばを食べるのかですが、それはそばって他の麺類よりも細長く伸びます。なのでその細長く伸びるところから長く生きられますようにとか、寿命が伸びますようにみたいな願いを込めて食べられるという説があります。他には他の麺類に比べてそばは切れやすいっていうところから、1年にあった厄災とか苦労とか嫌だったことはもうここで打ち切って次の年には持ち越さない。そのためにそばを食べて新しい1年を迎える、プラス嫌なことはここで終わりにするみたいな意味が込められているらしいです。これはいろいろ説があります。いろいろ諸説がありますが、こういった意味を込めて年越しそばというものを食べるようになったと言われています。厳密にいつ何時に食べないといけない、朝ごはん、昼ごはん、夜ごはんとか、いつどの食事でそばを食べないといけないというものはないので、12月31日、いつでも食べて OK です。1月1日になる前、12時になる前に食べれば OK です。多くの方は、私も含めなんですけど、夜ご飯か、または夜ご飯を食べ終わった後の夜食として食べる場合が多いです。そして次は新しい年を迎えるための準備があるんですけど、それをご紹介します。一つはおせち料理を作ることと、もう一つは年賀状というものを書いて送ったりします。まずおせち料理というものなんですが、簡単に言うといろんな食材、いろんな料理を一つの重箱という箱に詰めたものです。おせち料理は新しい年の始まりに感謝して1年の間に、病気とかもなく事故もなく無事に安全に生きられますようにっていう意味を込めた食材がたくさん入っているものになります。写真を載せておくので、どういったものかわからない方は、こんな感じの料理です。そして昔は多分これを手作りで全部自分で一から作っている方がたくさんいたかなと思うんですけど、そういった方は前日とかにもう料理をして準備を始めて、1月1日の朝ごはんとかとして食べれるように準備をしておきます。最近はいろんなお店がおせち料理を販売しているので、自分で作るという方は減ってきているかなと思います。なんせ本当に時間と手間がかかるものなので、もうね、そんな時間がないという方が多いかと思うので、最近は食べるなら買う方が多いかなと思います。そしておせち料理って割と高級なものなので、本当に高いものだと3、4人前とかで3万、4万円するものもあるかと思います。多分平均でも1万円、2万円ぐらいはするかなと思います。それを前日に用意しておく、または買ってきて次の日に食べれるようにしておくっていうのがあります。そして次は年賀状です。年賀状っていうのは、はがきに明けましておめでとうございますっていうのを書いて、あとはちょっとメッセージを書き込んで、1年お世話になった人とか、これからもよろしくお願いしますみたいな感じで相手に送る、手紙みたいな感じです。これを1月1日に相手の家に届くようにしたいので、12月の後半とかになったら年賀状を書く方はこれを準備したりします。昔は本当に全員がやっていた伝統的なものみたいな感じだったんですけど、最近は本当にやる人が少ないと思います。私も小学生の頃とか多分中学生ぐらいまではやってたんですけど、もう多分高校生ぐらいからは友達に送ったりもうしなくなりました。無料でできるものではないので、本当に知り合いが多い方とかだったら何十人何百人とか、会社の同僚とかにも送ったりとかっていうのもあったので、決して安いものではないかなと思います。あと時間と手間がめちゃめちゃかかっていたので、最近ではもうやらない方が多いかなと思います。あとは電子バージョン、デジタルでそういう画像だけ作って相手にLINE で送ったりメールで送ったりする方もいるのかなって思います。私はそういうことはしたことがないのでちょっとわからないですが、時間は省けるものはたくさんね、ツールとかもあるので、そういったものでやっている方もいるかなと思います。
次に12月31日にやっている音楽番組があって、それがとっても有名なので、ご紹介して終わろうかなと思います。その番組は紅白歌合戦という番組です。これはその1年間で活躍した歌手だったり、または大御所って言っても昔からレジェンドみたいな歌手が本当にたくさんいろんな方が出ている歌番組になります。これを見て1年を締めくくるっていう方もいるかなと思います。日本人がメインなんですけど、K-POP のアイドルも最近は出ていたりします。そこに出ている、アーティストの方々が1曲ずつとか何曲か披露していったり、なんかコラボステージとかいろんなステージがあって、本当に1年の終わり締めくくりみたいな番組です。これが12月31日の夜にやっていて、4時間とかそのぐらいやっていると思います。これを見て今年も1年も終わりやなとか、今年はこの曲とかほんまに流行ってたよなみたいな感じで、お家でゆっくりしながらそういったテレビを見る方もたくさんいるかなと思います。年末12月30日とか31日とかにやっている、毎年やっているその1年を締めくくるみたいな番組はいくつかあるんですけど、この紅白歌合戦というものは多分一番有名で、日本人なら絶対に一度は見たことあるだろうっていうものだと思います。で、私もこれを絶対に見るっていうわけではないですが、家にいて、リラックスしていて、なんかテレビつけようかなみたいな時だったらこれを見る場合もあります。あと好きな歌手が出ている部分だけ見たりもします。今回は年末の過ごし方についてお話ししました。年末年始は家族と過ごす方が多く、みんな実家に帰ったり、または家族で旅行するといった方もいるかと思いますが、家族で過ごすっていうのがメインになると思います。あと年末は大掃除だったり、年越しそばを食べたりといろんな風習はあるんですが、年賀状だったりそういったどんどん薄れてきている風習もあるかなと思います。皆さんは年末はどのように過ごしますか？またはどのように過ごしましたか？何か予定があったり、こういった思い出があるなどありましたら、ぜひコメントで教えてください。そして最後にお知らせです。 YouTube と Patreon で、メンバーシップをやっています。参加していただいた方にはすべての動画の文字起こし、トランスクリプトが見れるようになっています。トランスクリプトとか別にいらないっていう方でも、この活動を少しでもサポートしていただける方がいましたら、ぜひ参加お願いいたします。そしてこの動画が2024年最後の動画になります。今年2024年7月に初めて動画を出してから、今までたくさんの方に聞いていただき本当にありがとうございます。もう本当に感謝しかないです。2025年も引き続き動画を投稿していく予定なので、これからもよろしくお願いいたします。今回はここまでになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました。では皆さん、良いお年を。